皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは新型コロナウイルスに対する第3の武器について紹介します。現在世界では新型コロナウイルスによるパンデミックが発生中です。その中心地は現在欧米になっており、その欧米においては多くの人々が感染し、そして命を奪われるという悲劇が発生中です。そのため現在この病魔に対抗するための武器というものが求められています。第一の武器として言えるのはワクチンがあります。このワクチンがあれば感染を予防する効果や、もしくは重症化を妨げる効果といったものが期待できます。そして第2の武器は薬です。特効薬と呼べるような薬ができれば、それは多くの人々を救うことができるでしょう。そして今回紹介するのが第3の武器、それが結晶です。第1の武器であるワクチン、そして第2の武器である薬、これは人為的に作られたものです。それに比べるとこの結晶というものは人間がデザインしたものではありません。ここが大きな違いとも言えます。ではそもそも結晶とは何かというお話をしましょう。ものすごく簡単に言えば、これは人体の働きとして病原菌に対抗するために体の中で作られるものです。この仕組みそのものは誰もが持っているものです。病原体が体の中に入ってきた時に、それに対抗するために免疫細胞が働きます。免疫細胞は相手の病原菌に対して最も良いと思われる武器を自分の体の中で作ります。それが抗体と呼ばれるものであったり、結晶と呼ばれるものであったりします。今回は結晶という呼び名を少し多めに使うことになります。そしてこの結晶というものは、病気にかかった人は必ずその病気と戦うわけですから、自然とその人の中にはあるものです。ですから病気にかかりました、治りましたという人の中にあるこの結晶というものを抽出し、そして他の人に使うことができれば、それは治療の大いに役に立つのです。それではこの人類にとって第3の武器である結晶、一体今どのようなことになっているのか、その関連ニュースを見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。新型コロナウイルス感染症から回復した人の結晶が治療薬として有望視されている。新型コロナウイルスは世界的に流行が拡大しており、全世界での死者数は2020年3月31日時点で4万2000人を超えました。そんな中、治療薬として新型コロナウイルス感染から回復した人の結晶に注目が集まっています。人体は免疫系から抗体を産生してウイルスを退治することができます。病気から回復した人の結晶は抗体を多数含むことから回復期結晶と呼ばれています。回復期結晶を投与するという治療法は古くから知られており、1918年に流行したスペイン風邪やエボラ出血熱にも回復期結晶を用いた治療が試みられてきました。記事作成時点で治療薬は存在していませんが、新型コロナウイルスを完治させた人はいます。中国の国立ワクチン技術研究所の研究チームは2020年3月27日、新型コロナウイルスに感染して重度の呼吸不全を起こしている重篤患者5人に回復期結晶を投与したところ、病状が改善したという論文を発表しました。被験者となった重篤患者5人はいずれも人工呼吸器が必要な状態でしたが、投与後3日以内に5人中4人の体温が正常化し、12日以内にウイルス反応が陰性になったとのこと。さらに3人は投与から2週間以内に人工呼吸器が不要となり、入院後51から55日で退院しました。残る2人は入院が続いているものの、投与から37日後に病状が安定化したそうです。イギリスグラスゴー大学の研究チームは、回復した人の中でも、普通の人よりも抗体を多く持つハイパーイミューンという体質の人に着目。ハイパーイミューンの人の回復期結晶を治療薬として使うという臨床試験の許可を国立衛生研究所に申請しました。研究チームのデイビッド・タッピン教授は、未然に防ぐワクチンのように機能する可能性はありますが、人工呼吸器が必要な重篤患者には効果が期待できないだろうと考えています。しかし、いずれにせよ治験を行わなければ、この治療法が効果があるのかは判定できませんと説明しました。イギリスの医学アカデミーの会長であり、ロンドン市内で3つの病院を運営するキングスヘルスパートナーズの常任理事を務めるロバート・レヒラー教授も、回復期結晶の並行試験を予定していると、イギリス大手紙のガーディアンに対してコメントしました。また、イギリスの国立血液サービスの広報担当者は、回復期結晶のドナーになり得る人物を特定する作業をすでに開始していますと語りました。同様の取り組みはアメリカでも進んでおり、
ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ州知事は2020年3月20日に回復期結晶を用いた治療法の試験を行うと発表しています。この回復期結晶を使った治療というものがアメリカにおいては特例的な許可が下りました。アメリカ食品医薬品局が新型コロナから回復した患者の血液を使った重篤患者の治療を許可。FDA、アメリカ食品医薬品局は進行中の新型コロナウイルスのパンデミックに対する実験的治療の適用に関する規定を変更し、回復期結晶が使えるようにした。これは患者の生命が緊急かつ深刻な危機にさらされている場合に限られる。また、認定された治療法としての手順の承認ではなく、ケースバイケースで極端な症状の場合にのみ適用できる緊急認可としてだ。臨床試験が完了していないにもかかわらず、FDA は新生新薬治験の免除を与え、この一時的な承認を認可した。それもパンデミックが突きつける現状の公衆衛生上の脅威の大きさと性格を配慮してのこと。回復した患者から採取した結晶の使用に関しては、いくつかの前臨床及び臨床試験が進行中だ。そこでは、回復期の結晶が実際に有効であるという可能性を示す、いくつかの有望な兆候が認められている。この回復期結晶を使った治療薬について、話としては欧米で進んでいるんだなという印象が与えられるわけですが、実際には日本企業も取り組んでいます。武田薬品が新型コロナ回復者の血液収集、治療薬は最短9ヶ月で、新型コロナウイルスの治療用に血液由来の医薬品を開発中の武田薬品工業が世界各地で感染してから回復した人たちの血液収集を急いでいる。最短で9ヶ月での実用化を目指しており、日本国内でも政府との調整が続く。昨年、6兆2000億円で買収したアイルランド製薬大手、シャイヤーのノウハウを活用した創薬で、大型買収の効果を示すチャンスとなるか注目が集まる。治療薬は、新型コロナに感染して回復した人の血液の中にある結晶成分から抗体を含む免疫グロブリンと呼ばれる成分を抽出して生成する。抗体を他の患者に投与することで患者の免疫が活性化され、病状を軽減することが期待できる。通常結晶製剤は健康な人からの輸血で作るが、新型コロナに効く抗体は病歴のある人に特有のため、回復者の血液が必要になる。日本国内では回復者の採血について厚生労働省と調整を進める。同社では実用化に向けてはいかに多くの回復患者からの結晶にアクセスできるかが課題としており、拠点があるアメリカ、シンガポール、オーストリアで結晶の収集を進めている。早期実用化はできるか。新薬の研究から実用化までには通常、安全性の試験や治験、臨床試験などのプロセスが複雑で10年以上かかると言われている。早期実用化を目指す新型コロナの治療薬開発では、アメリカの食品医薬品局 FDA をはじめ、日本、ヨーロッパの規制当局の承認をどれだけ早く得られるかが課題となってくるが、武田は各国で調整を進め、今春以降、なるべく早く治験に入り、9ヶ月から18ヶ月で実用化したい考えだ。また、製造に関して同社は、武田が持っていた既存の免疫グロブリン製剤と全く同じプロセスで製造できるので、結晶の確保と治験がクリアできれば、製造面ではすぐに対応できると説明する。武田が持つ既存の免疫グロブリン製剤とは、一昨年に買収したアイルランドの製薬大手シャイヤーが抱えていた医薬品だ。シャイヤーは血液由来の医薬品のリーディングカンパニーで、アルブミン製剤や免疫グロブリン製剤の開発ノウハウを持っていた。今回生成を行うのも、シャイヤー買収を機に約15億ドル、日本円で1600億円を投じてアメリカ・ジョージア州に設立した製造拠点。安全性が確認され、最新鋭の機器が備えられた環境で、世界から集められた血液の生成を急ぐ。新型コロナウイルスに対する被害を収めるためには、より多くの武器が必要とされています。アメリカではワクチンの開発というものが進められており、創薬ベンチャーなどがすでに治験に入っています。また、大手企業などにおいてもワクチン開発が進められており、もうすぐ治験に入れるといったような報告も出ています。ですが、こうしたワクチンというものの開発が順調にいったとしても、1年から1年半はまだまだ時間がかかると言われています。ですから、それまでの間、ワクチンというものの存在というのはあまり考えることができません。ですから、薬に頼る部分があります。
ですが、薬について言えば、新型コロナウイルスに対する特効薬というものは今のところありません。これはまだまだ開発段階であり、治験に入ったようなものもありません。ですから、今ある薬の中から一定の効果が認められる薬を探すといった作業が行われています。日本で開発されたアビガンなどもこれにあたります。そして第3の武器である結晶、これこそが新薬とも言えるようなものです。少なくともこの病気に感染して治った人たちというある程度お墨付きがあります。人体の中でこの病気に対する対抗手段として作られたものですから、これを他の人が利用することができれば、病気に対抗する力を高めることができます。ただしここにもまた一つ問題があります。それは薬害についてです。日本においてはこの血液から作られた薬といったものが昔大きな問題を生み出しました。ですから血液製剤といったものに対する審査といったものは厳重にしなければならないのも日本の一つの特徴です。ただ同じ血液製剤だからといって全てが全て悪いわけではありません。この武田薬品が買収したシャイヤーの場合は世界レベルで活躍していた会社ということもあり、薬害をもたらした血液製剤のメーカーとは全くレベルの違う会社だとは言えます。ですからこのシャイヤーを買収した武田薬品がこのノウハウというものを完全に吸収して新たなビジネスとしてこの血液製剤というものを完成させることができれば大きな治療効果といったものが期待されています。ただしこれら3つの武器について共通点があります。それは研究開発といったものに時間がかかるということです。これは安全性を確保するためにどうしても必要な時間です。時には半年、1年、そして1年半といった時間が必要です。ですからこういった武器を手に入れるまで一体どうすればいいかといえば、それは私たちにできるのは時間稼ぎをすることです。では時間稼ぎを一体どのようにして行うのかといえば、個人レベルであればよく手を洗うであったり、もしくは自分の顔に触れないといったような行動であったり、人との距離を取りましょうといったような生活様式や行動といったものを気をつけることがあります。そして国家レベルで考えれば時間稼ぎの代表例として挙げられているのが都市封鎖です。ある特定の地域においてその感染を収めることができれば、それ以上の被害というものが拡散しないことになります。しかしこの都市封鎖といったものはいつかは終わりを迎えることになります。そしてその都市封鎖が解かれた時、残念ながら他の都市においても感染が広がることになります。しかしここで大事なのは時間稼ぎをすることです。ある特定の地域において感染が広がるといったことがあったとしても、それ以上広がらないようにある程度時間を稼ぐ、それを繰り返していくことによって半年、1年、1年半といった時間が経つうちにワクチンの開発や薬の開発、こうした結晶から作られる薬といったものの開発が進んでいます。都市封鎖といったものは残念ながら経済的には大きなマイナスの影響をもたらします。ですからそういった経済的なマイナスに対しては政府がしっかりと手当てをしなければなりません。経済的な打撃を受けた業界などにしっかりとお金を手当てする、会社に手当てする、そして個人に手当てする、そういったお金の面で政府がしっかりと支えることによって時間稼ぎをしている間に多くの人々が経済的に凍りつくのを何とか避けることが必要です。今は病気に対する武器というものが手に入っていない状態です。ですから時間稼ぎをする必要があります。一方で時間を稼ぎすることによってもたらされる経済的な打撃については政府がしっかりとお金を出すしかありません。ですからこの時点で大事なのは政府がそうした時間稼ぎをすることについて国民が理解し、そして国民が納得するような手当を政府がしっかりと行うことなのです。ですから政府に今求められているのは桁違いのお金を投入するという覚悟を持つことです。今欧米の指導者たちの間でよく言われている言葉があります。それは第二次世界大戦後最も危機であるといったような表現です。国家経済そのものが凍りつくような非常事態にあるといった時においては、まるで戦争が行われているかのように後先を考えず今勝利を目指してありとあらゆる手を尽くすのだという、そうした決死の覚悟というものが必要なのです。欧米の指導者たちのように今が戦時にある、それこそ第二次世界大戦後最大の危機が訪れているのだといったような、そうした認識を持つことが非常に重要なのではないでしょうか。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。